信長の野望。新生 PK。攻められてた伊達に反撃し一気に滅亡寸前までに追い込んだ我らの将軍。伊達にとどめを刺し決別した毛利を成敗し、日の本を完全制覇するぞ。さあ政宗、王城聖夜。遠征部隊がほとんど帰った寄せ集め部隊が貴様に引導を渡してくれる。それでは独眼竜さん最後の甲状腺がナメプでクサーの戦い、開戦。上のルート唯一の部隊、国衆のアサリは尋常を破壊せよ。城門には近づくなよ、お前じゃすぐに溶けちまうからな。PK で変顔芸人デビューした信夫は材木庫を破壊せよ。いや読み方の部活だろ。信夫の方が可愛い。おい。材木庫の奥は聖楼だから範囲に入らないように注意せよ。材木庫は耐久回復するから聖楼と位置が逆だったらやばかったな。左側は石落とし櫓だ。発動する前に破壊を狙え。こっちは強撃狙いやすくて攻めやすいぜ。下ルートは一本道に手こずり中。主力の兵力1万の大久保さんの活躍に期待だ。大久保さんが見事伊達重実を捕獲。さすが徳川16神将。この先は問題の聖楼だ。兵力の多い部隊は被害が大きくなるぞ。吉信勝、出番だ突貫しろ。そして左側では東北に左遷させられた、元三好三人衆の岩成智道が施設を破壊。一応城主なんだから左遷行ってやるなよ。あ、鬼庭も逃げてるし左側は順調順調。下側は大久保さんを温存しつつ信夫たちが聖楼破壊中。結構削られちまってる。左遷の岩成が渡り重宗もホバーク。岩成、東北の地にて覚醒。そのまま陣太鼓守ってる鬼庭の撃破もよろ。信夫の方は敵援軍が苦しで苦戦。いい感じに強撃できたけどやっぱり聖楼は痛いぜ。そんな中やっとのことで国衆のアサリが尋常破壊。アサリはそのまま待機、城門を睨み続けろ。政宗を城門前に釘付けにするのだ。そして信夫たちもやっとのことで聖楼破壊。やたらと粘ると思ったら相手は佐竹義久か、そこそこの武将だ。お、左側の陣太鼓も破壊。主力の大久保さんが本丸に向けて進軍だぜ。他の部隊は右から迂回し城門を。ってこれ右ルートの石落とし櫓の範囲だ。右ルートには入れないから石落とされ放題だ。仕方ない、一本道から本丸を目指すぞ。左側は順調、鬼庭も捕獲。大久保さんも渡り元宗をホバーク。しかしここで佐竹の強撃を食らう。大久保さんの体力がもりもり減ってるぞ。今援軍が行く、それまで耐えて機動力1にされて、大久保さんボコボコに。下側は苦戦が続いてるが左では左遷の岩成が片倉小十郎を捕獲だぜ。機動力の回復した大久保さんが脱出。てか貨幣なのに佐竹義久が倒しきれない。だが着実に城門を攻撃してたらしく後退した穴山が城門を突破。そしてボッコボッコにされながらも穴山が佐竹を追い込む。ここまで来れば大丈夫、大久保さんで突貫だ。幕府勢大将の下妻中田が2つ目の陣太鼓を破壊。左側何気に3つ施設あったのな。やっとのことで佐竹義久を捕獲。敵ながらあっぱれだったぜ。戦いはクライマックス、皆の者を、本丸を占拠せよ。キャッハー、伊達家を蹂躙だー。激闘の中片倉北を取り押さえ、微笑み顔の坊主が城門を粉砕。だが陥落寸前になりながらも奴はまだ諦めない、独眼竜。己政宗め、幕府軍をここまで手こずらせるとは。いやお前が舐めくして適当メンバーで攻めたからだろ。そうだった。だが伊達家の抵抗もここまで、本丸制圧で我らの勝ち。結果はご覧のように5倍の損害。施設の配置次第では負けてたかもだぜ。苦難の末に水戸城陥落せり。これにて伊達家滅亡でござる。出羽の国遠征からの因縁に終止符を打った道王。政宗は幕府の意向にひれ伏し家臣の仲間入り。独眼竜、ゲットだぜ。勢力目標東北統一を達成しました。いよいよ天下統一が見えてきた。あとはもう売りくらいだな。東日本の統一が終わったので軍団を新設して統治を丸投げ。石山ごぼうの開発を頑張ってくれた本田正信よ。その手腕で日の本をさらに発展させてくれ。正信大出世。正信は知略と政務は高いけど喧嘩はからっきしの男。軍団戦略は70以上が必要みたいだから、軍団長の専任はこの辺も考えた方がいいかもな。城下建設頑張ってくれたご褒美に、越前のとは東堂高虎を軍団長にしてあげました。東北地方はさっきの甲状腺で大将だった下妻中田か。でもこいつギリ武勇が70届かなくて軍団戦略の陽動ができんな。来切りをプレゼントしてオール75へに調整。無事陽動も使えるようになりました。ではラスボス毛利征伐の前に情勢を確認。
毛利家が残り20条、毛利従属の三村家が2条、残りは全部うちの従属だな。兵力質ともに言うまでもなく圧倒だし、他ゲームの発売日も近いしサクッとやっちゃいましょ。おい。さてまずは三村家を取り潰し、備中松山城を甲状戦で落として F で落とすのが映えるかな？いけなくもないが道が細い。じゃとりあえず進軍して判断で。あとここからはバージョン 1.0.9 でお送りいたします。アップできたのか。甲状戦時にエラーでシャットダウンとかのパッチみたい。快適プレイ。さて臨戦態勢で攻め込みたいので適当に周防高森城を攻略目標に設定。百は幕府の本気を見せてやらー。伊達遠征の途中から準備してた幕府のガチ戦力約48万で毛利征伐だぜ。今まで放置してた従属勢力と親善。これほど大勢力になっても従属に援軍出させる気かせこいな。九州から毛利の背後つつくのは効果高そうだからいいんだよ。さいですか。臨戦態勢は整った。進軍開始じゃあ。補給拠点は一式さんがガチ開発した5着城。終わりからでも楽々遠征だぜ。もはや内政をする必要はない。惜しみなく労力を跳躍に使え。軍団運営で財政も健全か。金ならあるど跳躍連打だー。将軍もご出陣、毛利を滅ぼせ。毛利家は三村家の防衛要請を受託したようです。しかし風中を起こせるだけの部隊は来ないか。この地形だと威風で同音は難しいな。では他方面から牽制して毛利勢を分散させ、稲子のごとく全て食い散らかすまで。堀急よ、竹部山城で敵軍に睨みを利かせよ。三村家防衛の部隊はやっぱ少ない。毛利の領土は横長だから進軍に地味に時間がかかる模様。宗林さんの後継いだ吉宗くん毛利攻めよろよろ。5万も出してくれるのかよ。吉宗くんは僕の名前から義の字あげてるからねマブダチだよ。こいつこういうところはちゃんと将軍してやがる。結果援軍到着前に備中高松城陥落。被害ほぼなし、甲状戦の威風狙うまでもなかった。じゃこのまま三村家を取り潰しに進軍。したら毛利も隣の三男小早川高影が到着。したので銃を乱射。被害は兵力に。そのまま備中松山城を囲み、甲状戦じゃあ。では圧倒する兵力に三村家が絶望する戦い、開戦。まあ山城で1ルートしか確保してないから突っ込むだけだよ。過去に幕府軍を苦戦に追い込んだ最上義光が今では幕府の先陣を切る。そしてあっさり敵捕獲。このまま石落とし櫓を落とすかなと見守ってたら敵軍決死の突撃を開始。ぞろぞろ迫り来る三村家の軍勢。鉄砲戦車で蹴散らされ。武州の故障の餌食になった。あっさり石落とし櫓が陥落。最上無双。幕府軍の増援が近づくと本丸に撤退。根性ねえな。城門の攻略は大谷義継に交代。鉄砲で瞬時に爆散。大谷義継それは係数の才を持つ男。さすが二刀流の才能を持つだけのことはある。いや二刀流はメジャーリーガーの人だろ。間違えちゃったてへ。おい。しかし数形の際で敵を混乱させた大谷、逆に敵の混乱を食らう。ならばこちらも混乱の使い手を出そう。はい卑怯臭い坊主入りまーす。やっぱり強いな剣旅藩。城門はみんな大混乱。ご中心、三村元親が降伏を申し入れました普通に戦っただけだけど目標達成。上司降伏で幕府軍の勝利だぜ。結果はご覧の通り。幕府軍相手にしちゃ前線かな？こんな感じで備中松山城、塔を撃ったどう？これにて三村家を家を取り潰し、滅亡でござる。そして将軍お米60日分補給。遠征続行。従属の援軍がいい感じに成功。毛利は西に東に大忙し。東は堀急に吸い込まれてるしいい感じに敵の分散ができました。さあ幕府本軍よ、毛利の領地を蹂躙せよ。毛利の領地を食い散らかすぞ。軍団長微笑み坊主の大戦闘で7条で一揆が発生。さらに官兵衛が焼き討ちで周囲が焼け野原。毛利領から黒煙が立ち上っておる。世はカオス。逃げ遅れた毛利の援軍を捕捉。したので蹴散らす。鉄砲強すぎで合戦じゃ勝負にならんぜ。三村家滅亡の翌月には神鍋城を落城。奪還部隊がやってきたけど、まあこうなるわな。そして東堂高虎笠も自分の手柄のように、援軍の大友家が城を落としたと報告。こらこら。吉宗くん、追加で援軍よろしく。鶴将軍、援軍マシマシ。今回は雄三寺さんもお願いね。こりゃ援軍でもう一条いけそうだ。翌月も順調に新高山城を攻略。邪魔な敵もいないし快適進行。翌月は日比山城を柴田と秀吉井直政らが攻略。しかしここで問題発生。秀吉と直政に次の行動を指示しなかったら、勝手に撤退してしまったのだ。
そういや秀吉、史実でも柴田と喧嘩して越前戦線撤退してたな。あの猿め帰ったら説教だよ。秀吉天下分け目の戦いばっくれ。そんで真面目に進軍した柴田さんが同月毛利本城吉田郡山城を陥落。猿いなくても楽勝。正信から大船頭の愚臣。12000円だけどこれ強いぜ。また高虎が自分の手柄のように大友軍の勝利報告。こら高虎、手柄の虚偽報告はやめなさい。お城落としたのは清ちゃんだぞ。それはそれでなんかカオスだ。吉宗くん、援軍鶴将軍鶴に味を占める。毛利本城落城翌月、佐藤金山城城主加盟これのり、直弾にて降伏。こいつ実は一度寝返りで裏切っとる。まあ全国制覇も近いし恩赦ってことで城主にしてあげました。そんなわけで佐藤金山城サクッとゲット。翌月は最上さんが鏡山城を攻略。幕府軍が稲子のごとく毛利の領土を食い散らかす。将軍義明も合算戸田城を陥落。この勢い、年内に毛利滅ぼせそうだ。同月再出撃させた直政と島根が桜尾城を攻略。あともうちょっとで大友勢と合流できそう。毛利ももうおしまいだぜ。翌月は剣女藩が水戸屋城を包囲で陥落。柴田さんも山吹城の攻略に成功。柴田は甲状戦出てなかったからここらで米切れだな。半年以上動かず毛利にプレッシャーを与え続けていた堀久もついにこの住山城に進軍開始。その能力の高さを幕府に恐れられ、立部山城に転封させられたノップもおまけで出陣。今月3城目となる周防高森城も陥落。翌月浮田秀家が山口館を制圧。出番こそ少なかったけどこの人も優秀だよな。翌月になってこの住山城を孫一が陥落。イケメン孫一はやっぱ頼りになるぜ。1年ぐらい高田城に留まる毛利輝元、容量がだいぶ減ってきてる模様。このままだと史実の三木の星殺しみたいになっちまいそうだ。まあそんなの気にすることもなく、諏訪の城市月城ゲット。兵糧攻めになる前に他の城が片付きそうだしな。毛利の城も残すはあと3つ。終わりから出撃したのが1年前の1月だったし、毛利平定は2年かからず完了しそうだな。あっという間でござる。さて毛利の司会毛利輝元が引きこもってる高田城にも進軍だー。今月4城目となる鳥取城も落城。毛利残すはあと2つ。最後は将軍自ら上市城で甲状戦を行う。福より周東領よ、敵城までの軍を制圧し将軍の露払いをせよ。最後の最後まで国収国し。兵糧切りまで居座ってたのに幕府軍が近づくと逃げ出す部隊が出現する珍事件勃発。まあ勝ち目はねえもんな。結果はマップ戦闘でこの通り。一撃数千ダメじゃあっという間に溶けちまうな。大将の毛利輝元も即壊滅。6月に無事高田城陥落せり。これで残すはあと1城。他は全部従属なので次でゲームセットだ。さあ将軍義明様、羽衣石城甲状戦にお進みくだされ。国衆たちが道を整備してくれましたぞ。わーい、全国制覇のウイニングランだー。天武征夷大将軍の全国制覇を祝し、豊作が訪れ天下征出を民たちも歓迎した。室町幕府の第15代征夷大将軍、足利義昭が命ずる、この戦いに勝ち天下安寧をもたらすのだー。どうも東海一の美中年、今川義元です。なんでだよ。いや甲状戦しようとしたらシャットダウンしたのでロードしました。びっくりした。けどうっかり甲状戦参加させるのミスった明智勢もいたのでまあよし。お前はお前でラスボスバトルでうっかりやらかしてんじゃねえよ。ごめんちゃい。よし今度はちゃんと11部隊いる。ファイナル合戦じゃあ。そういえば今更だけど降伏条件がある場合はこの画面で確認できたよ。ほんと今更だな。それでは幕府軍17万でお送りする、ファイナルバプー、改正。ふむふむ最初の要所は工作兵陣所か。これは防御と機動力が低下する施設。少数で挑むぞ。徳川家康本田忠勝の三河武士が先陣を切る。こっちは石落とし櫓か。落とされる前に施設を破壊するのだ。ここには幕府にゆかりのある国衆だった朽木元綱や光秀。戦って仲間にした孫一やリザード小西も陣取ってるよ。キリシタンの襟巻きを襟巻きトカゲみたいに言うな。へへ。そしてあっという間に家康と忠勝の強撃で出雲のお国を捕獲。まあ東国無双と天下統一したやつを、ただの芸人さんじゃどうにもできんよな。そんなわけであっさり工作兵陣所破壊成功。全軍進め敵施設を破壊せよー。お次の要所は材木庫だ。石落とし櫓は発動前の破壊は失敗。でも攻撃させてたのはリザード小西のみなので被害はほとんどなし。次の石落としまでには破壊できる。全軍進め
ヘロヘロになりながらもリザード小西、石落とし櫓の破壊完了。見た目はあれだが小西も有能な武将だし、仕事はちゃんとやってくれたな。そして左側では東国無双が大暴れ。もうこれ将軍連れてくる意味なかったな。と思ったら鉄砲戦車で将軍自ら敵捕獲。しれっと後方から鉄砲撃って武功を上げる、最後まで見事なズルを発揮。そんなズル将軍の横にずっとついてきてくれた中心が材木庫破壊。最強生物藤高、こいつも参加してたのか。一部隊で兵力4万くらいだから一人で甲状戦勝てそう。最後は幕府ゆかりのメンバーで行くぞ。将軍義明、細川藤高、和田惟政、縄文に突っ込めー。お、月もとつなも鉄砲ぶっぱで猛攻だぜ。義明、そのまま進み縄文を強撃だー。あ、藤高が強すぎて将軍来る前に敵の大将毛利輝元が壊滅。これはかっこ悪い。まあ義明の実力なんてそんなもんよ。でもなんとか縄文破壊前に将軍も到着、小早川隆景の捕獲に成功。お、武功上げられたのか、よかったな。そう彼はもう貧乏久保と揶揄されていた頃の義明ではない。全国制覇をなし、誰もが認める武家の棟梁になったのだ。だからといって放浪時代に今日まで送ってくれたノップを裏切った下道は消えないけどな。まあそうかも草。そうこうしてる間に最強生物と化した藤高が縄文を豪快に破壊。あとは本丸に乗り込んで蹂躙だー。と思ったらその前に朽木さんが飲み宗勝を捕獲して全部隊撃破。朽木元綱が朽木谷一条から天下統一するアフミの海、水面が揺れる時コラボ決定。皆様お楽しみに。で最後はこいつが締めるのかよ。まあどんなコラボなのか楽しみなので OK。哀れ義明、こういうこともあるさ。結果はこんな感じでおます。まあ大した防衛施設でもなかったし、ちょい物足りない戦いだったな。ヒーローインタビューはまだですか？今回の MVP は僕だよ。しれっと武功だけは上げてる。これは見事なズル将軍。へへへ。褒めてねえよ。こうしてゲームスタート19年と4ヶ月、足利義明は天下統一を成し遂げたのであった。九州征伐しない従属状態でもシナリオのところに墨マークついたし満足。無印版結構遊んだけど PK 版も楽しく遊べてよかったぜ。アプデのパッチ当たってたのに最後の甲状腺のシャットダウンはマジで冷や汗出たけどね。録画できててよかった。だな。では貧乏久保足利義明室町幕府復興編は今回でおしまい。面白かったと思っていただけたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。押すのは1回だけだ。奇数回連射するなよ。そして次にやるアーマードコア6はプリロード済み、明日が楽しみ。実は去年アーマードコア4アンサーでこっそり遊んでたんだけど操作が下手になりすぎて投げた。おい。ノップに時間取られて前情報も仕入れられなかったし、17年ものの360コントローラーが、確かスティックが常に微妙にずれてたしどうなることやら。いやそれは普通に買えよ。でも愛着あるし。謎のこだわり。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。